さらわれた仲間たち。黒い錦鯉の鯉三郎は池で仲間たちと幸せに過ごしていました。毎日優しい人々ホームレスのルワイ、ノア、エマ、カリン、ウベイ、ニャンジローたちがご飯を与えてくれ、おいしさと幸せを感じていました。あと2年でみんなが大きくなり、未来に愛と優しさを広める存在になるはずでした。しかし、深夜に悪魔のテガトバースがやってきて、鯉三郎以外の仲間たちを網で捕まえ、どこかへ連れて行ってしまいました。鯉三郎だけは恐怖に震えながらも、池の底の泥の中に身を隠して逃れました。水面に映る月明かりが揺れ、彼の心臓の鼓動が速くなるのを感じました。翌朝、しおりが餌を持ってやってきたとき、鯉三郎以外の仲間たちがいなくなっていることに気がつきました。しおりはかつて鯉でしたが、1000年の修行を経て人間の姿になり、今ではしおりのぼうりと呼ばれる妖精になりました。しおりはすぐに鯉三郎に尋ねました。なぜ仲間たちは突然いなくなったの？どうなったの？鯉三郎さんと。鯉三郎は状況をしおりに説明しました。彼女はすぐに魔法の森に詳細をテレパシーで送りました。さらわれた仲間たちは、2年後に世界に愛と優しさを届ける妖精の子供たちになる運命だったからです。魔法の森の住人たちは、世界から愛と優しさが失われることを恐れ、騙し合いや裏切り、エゴの世界が訪れることを心から恐れていました。その時、鯉三郎は池の底に隠されていた魔法の楽器を持ち上げました。それは永遠に溶けない氷で作られた小さなバイオリン、パクパクでした。鯉三郎はしおりに向かって説明しました。しおりさん、この氷のバイオリン、パクパクには弓がないんです。でも、その弓は目に見えない愛の心から成り立っているのです。真の愛と途切れない勇気があれば、この氷のバイオリン、パクパクを演奏して魔法の力を発動することができます。そして小さな恋の妖精の子供たちを救うことができるはずです。手に取り、彼らを助ける旅に出かけてください。お願いします。さて、この楽器はどのような作用を表すのでしょうか。今まだ不明です。鯉三郎としおりは氷のバイオリンパクパクを手に新たな冒険に出発しました。彼らは仲間たちを救出し、世界に愛と優しさを広めるための冒険に出発しました。彼らはファンタジーの世界へと足を踏み入れ、正義を貫く使命を果たすために立ち上がりました。1、鯉仙人の修行。妖精の国で鯉三郎は鯉仙人と出会いました。彼は魔法と自然の力を結びつけ、正義の戦いに挑む使命を担っています。鯉三郎は鯉仙人から厳しいながらも愛情にあふれた修行を受け、新たな恋の魔法力を身につけて勇者の姿に変わります。鯉仙人は鯉三郎に言いました。鯉三郎、お前の心には強い愛と勇気が宿っている。それを信じて仲間たちを救うための力を身につけるのだ。鯉三郎は鯉仙人の教えを受け入れ、日々の修行に励みました。彼は自然の力を感じ取り、魔法の技を習得していきました。物語はまだ始まったばかりです。鯉三郎たちと妖精たちの勇敢な冒険がどのように展開するのか、
楽しみにしていてください。2、妖精の国への旅。恋三郎としおりは妖精の国へ向かいました。そこでは小さな妖精たちが魔法を操り、自然と調和して暮らしていました。バイオリンの音色が妖精たちの心を打ち、恋三郎は彼らに愛と勇気の意味を語りました。花の妖精たちは仲間たちを探す手助けを約束しました。恋三郎さん、私たちもあなたの仲間を救うために力を貸しますと、花の妖精のリーダーが言いました。3、星の海の航海。次に恋三郎としおりと仲間たちは星の海へと進みました。星々が輝く無限の宇宙に星の妖精たちが住んでいました。バイオリンの音色が星座を形作り、愛と希望を一層輝かせました。恋三郎たちは星の妖精たちに仲間たちの行方を尋ね、新たな冒険のヒントを得ることができました。星の海の向こうに仲間たちが囚われている場所があるかもしれませんと、星の妖精が教えてくれました。4、氷の山の試練。氷の山の頂上にたどり着くまでの道のりは険しく、恋三郎としおりは何度も滑り落ちそうになりながらも、互いに助け合って進みました。山の頂上には邪悪な氷の女王が住んでおり、仲間たちを氷の魔法で苦しめました。バイオリンの音色が氷を溶かし、魔法の力を解きほぐしました。氷の女王は愛の力に負け、恋三郎やしおりたちに仲間の小さな妖精の恋たちの行方を教えました。あなたたちの愛の力にはかないません。仲間たちは闇の洞窟に囚われています。と、氷の女王は降参しました。5、風の谷の試練。恋三郎としおりは次に風の谷へと向かいました。そこでは風の精霊たちが住んでおり、風の力を操っていました。風の精霊たちは恋三郎たちの勇気と愛の力を試すためにさまざまな試練を課しました。恋三郎としおりは協力して試練を乗り越え、風の精霊たちの信頼を得ました。精霊たちは仲間たちの行方についての手がかりを教えてくれました。風の力を信じて進むのです。仲間たちは光の森の先にいます。と風の精霊が言いました。6、光の森の冒険。風の谷を抜けた恋三郎としおりは、光の森へと足を踏み入れました。光の森は美しい光に包まれた神秘的な場所で、光の妖精たちが住んでいました。光の妖精たちは、恋三郎たちのバイオリンの音色に感動し、彼らの旅を手助けすることを決意しました。光の妖精たちは、仲間たちが囚われている場所への道を示してくれました。この道を進めば、闇の洞窟にたどり着くでしょう、と光の妖精が案内しました。7、闇の洞窟の最終決戦。光の森を抜けた恋三郎としおりは、闇の洞窟へと進みました。洞窟の中は暗闇に包まれ、邪悪な生き物たちが潜んでいました。恋三郎としおりは、バイオリンの音色で闇を照らし、邪悪な生き物たちを退けながら進みました。洞窟の奥深くで、彼らは仲間たちを捕らえているトバースと対峙しました。トバースは強力な魔法を使い、恋三郎たちを圧倒しようとしましたが、恋三郎としおりは愛と勇気の力で立ち向かいました。
トバースは強力な魔法を使い、恋三郎たちを圧倒しようとしましたが、恋三郎としおりは愛と勇気の力で立ち向かいました。バイオリンの音色が鋭くも優しい音色を出し、トバースの魔法を打ち破り、ついに仲間たちを解放することができました。あなたたちの愛の力にはかないません。仲間たちは闇の洞窟に囚われています。と、トバースは降参しました。新たな冒険の始まり。恋三郎としおりは仲間たちと再会し、愛と優しさを世界に広める使命を守りました。彼らの冒険は終わりを迎えましたが、彼らの心には新たな冒険への勇気が芽生えていました。